白菜のクリーム煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は白菜のクリーム煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、白菜をたっぷり使った美味しいクリーム煮を作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単なんですけれども、要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、玉ねぎ、人参、しめじ、鶏もも肉、牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、おろしにんにく、塩コショウ、サラダ油です。そしてあとお水も使います。今回はこちらの材料で作っていきます。具材はね、今回結構具沢山に入れていきますが、こちらお好みの具材を使っていただいて OK です。で、鶏もも肉に関しましても鶏胸肉とか、あとはささみ肉に代用していただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まず一番初めに白菜を切ります。根っこの部分を切り落とします。で、あとはだいたい2センチ幅ぐらいにざく切りしていきます。はい、こんな感じです。で、そしたらざるに入れます。このようにざるに移して水洗いしてください。はい、こんな感じです。切ってから水洗いして水を切っておいてください。続いて人参です。人参はね、まず皮を剥きます。皮付きがお好きな方は皮付きでも OK です。そしたら人参を立ててまず半分に切ります。で、あとはね、だいたい5ミリ幅ぐらいに切っていきましょう。人参はこれで OK です。続いて玉ねぎです。玉ねぎは繊維に沿ってだいたい5ミリ幅ぐらいにね、切っていきます。で、このね、根っこの部分は切り落とします。で、切ります。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてしめじです。しめじはこの根元の部分を切り落とします。で、こちらも根っこの部分切り落とします。で、あとはばらつかせておきましょう。はい、しめじの準備はこれで OK です。続いて鶏肉です。鶏肉はまずね、余分な脂などがあったら取り除きます。あとね、余分な皮もね、取り除いてください。で、このね、中とかにたまに黄色い脂があるので、それは臭みの原因になるので、そちらも取り除いてください。あとはね、お肉のところから筋が出てたら、それも取り除くようにしてください。で、あとはね、食べやすい大きさに切りましょう。はい、このように一口大に切りました。で、あとは塩コショウをまぶして下味をつけておきます。両面ね、裏表下味をつけてください。鶏肉の下準備はこれで OK です。それではね、フライパンで作っていきます。まずフライパンにサラダ油です。で、まだ火にかけない状態でお肉を並べていきます。で、お肉はですね、この皮目を下にして並べてください。フライパンが熱い状態でお肉を入れちゃうと一気にね、このお肉の皮が縮こまっちゃうので、フライパンが冷たい状態から焼き始めてください。はい、こんな感じです。で、そしたら火にかけます。で、火加減は中火です。このまま焼き色がつくまで焼きましょう。はい、今ね、3分ほど焼きました。で、いい感じにね、焼き色がついたら裏返していきます。はい、こんな感じでね、美味しそうですね。で、この時ね、結構油がはじくのでやけどしないように注意してください。で、裏返したら反対側は30秒ほど焼いてください。はい、で、そしたら一度火を止めます。結構こう油が出てくるので、これ半分ぐらいに拭き取ります。鶏肉の旨味もあるので全部は拭き取らなくて大丈夫です。このぐらいかな。フライパンに少しね、鶏肉の脂が残るぐらいにしてください。お肉はね、まだ全部焼けてない状態で OK です。そしたらここにおろしにんにく、あとは玉ねぎとしめじで、この2つを加えてまた火にかけます。で、火加減は中火で OK です。で、これでさっとね、炒めましょう。こう野菜ときのこに鶏肉の油を回すイメージですね。はい、このぐらいかな。このように油が回ったら一旦火を止めます。で、そしたらここにバターと
あとはねこちら薄力粉をふるって加えます。でこれね振る時に少しだけ時間かかっちゃうので一旦火を止めてやってください。そうすると焦らずにできると思います。でこれでね全体に振ります。薄力粉のダマができやすいのでできるだけふるってください。でそしたら火にかけます。で火加減また中火で OK です。で全体になじませましょう。でこうやっていただくと小麦粉がダマにならずかつね焦らず作ることができます。はいこんな感じでこのように粉っぽさがなくなったらここに牛乳、はいそしてお水でここに人参と白菜をたっぷり入れていきます。であとねこちら顆粒のコンソメも加えます。これでさっと混ぜましょう。はいこんな感じでさっと混ぜたらここに蓋をします。そうしましたらまずこのまま弱火で5分間煮込んでいきます。はい今ね5分経ちました。そしたら一旦蓋を開けて結構グツグツしてきましたね。一度混ぜましょう。美味しそうですね。はいもうちょっとですね。途中でね一旦このようにかき混ぜてください。かき混ぜたらもう一度蓋をして残り2分ほど煮込んでいきます。はい今トータルで7分経ちました。開けます。オープン。おお美味しそう。はいすごく美味しそうに仕上がってます。今度は火加減を中火にします。で中火にしてだいたいね1分ほど煮詰めていきましょう。今でもねちょっととろみはついてるんですがさらにねとろみがついてきます。美味しそうに仕上がってます。はい OK です。こんな感じでとろみがつけば白菜のクリーム煮の完成です。はいこれで白菜のクリーム煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じで白菜もトロトロで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。美味しそう。ではいただきます。白菜がトロトロです。いただきます。白菜がすっごく甘いです。美味しい。すごく味わい深いですね。野菜の旨味がぎっしりです。鶏肉もいただきます。鶏肉も柔らかいし鶏肉の出汁も効いててすごく美味しいです。あったまりますね。はいということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜のクリーム煮のポイントです。まず白菜なんですけれどもだいたい2センチ幅に切っていただいてその後きれいに水洗いするようにしてください。そしてですねその後それぞれ具材を切っていただいてそして他の食材も食べやすい大きさに切るようにしてください。で人参とかはね乱切りにしてしまうとちょっとね火の通りが悪くなるので今回みたいに 5mm 幅ぐらいの厚さにしていただくとちょうどいいかなと思います。鶏肉の部位に関しましては今回私は鶏もも肉を使っていますが鶏ささみとかあと鶏胸肉を使っていただいても OK です。お好みの部位で作ってみてください。そして煮込む時のポイントです。まずはじめに鶏肉を焼くんですけれども鶏肉を焼く時はですねフライパンが冷たい状態から焼き始めてください。フライパンを温めてしまうと皮がね一気にギュッと縮んでしまいます。焼く時に関しましても皮を広げて皮目を下にして焼くようにしてください。そして焼き色がついたら裏返していただいて裏面を軽く焼いたらその後ねきのこと玉ねぎを加えていただいて全体に油が回ってからバターと薄力粉を絡ませてください。そうすることで薄力粉のダマもできずとても口当たりの良い仕上がりになります。そして薄力粉を加えた後はですね粉っぽさがなくなってから牛乳と残りの食材を加えてください。で全部加えたら一度ね全体的に軽く混ぜていただいてあとはねもう煮込むだけなのですごく簡単です。今回具材はね結構たくさん入れたんですけれどもこちらの具材はお好みのものを入れてみてください。とにかくですね白菜がとても甘くて美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は白菜のクリーム煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。